この辺りですね。で幅は約8メートルぐらいありますから、100メートルぐらいでしょうか、長さがですね。兵庫県姫路市で工場を経営している福岡久和さん。工場の目の前を走る県道を見ると複雑な思いがこみ上げてくるといいます。なんとか生きてる間に権利つけたいと思っています。県道5号線で坪20万としますと、約200坪でしたら4000万円ぐらいになるのかなというようなイメージですね。多くの車が行き交う県道5号。今から8年前、この県道の一部が福岡さんの私有地の中を通っていたことが発覚しました。ちょうどこれが工場敷地なんですけども、その工場敷地のちょうど今、一番西の端の縦の端のところから、ずっと行きまして、で、これはちょっと林地になるんですけど、林地の半ばぐらいまでが、私の名前になっているということでですね。福岡さんによると、今から48年前、手狭になった工場を増設するために隣接する土地をおよそ1200万円で購入しました。ところが8年前、工場の改修工事のために改めて土地を測量したところ、県道の一部が福岡さんの私有地だったことが分かったのです。測量すると所有する土地が広がったと聞くと悪い話ではないように思えますが、道路の分としての固定資産税、40年余りになるかと思いますので、その間無駄な固定資産税をずっと払い続けていると。福岡さんは土地を購入してから40年以上、県道になっている土地の分まで固定資産税を払い続けてきたのです。2015年度に福岡さんが支払った固定資産税は14万9000円。このうち6万7000円は県道にかかる固定資産税で、これまで300万円ほどを支払っていたことになります。5年前に固定資産税の返還を県に求めましたが、5年間に遡って、返していただいたということで、それまでにかけてた30数年分は、時効ということで、返していただけなかったですね。兵庫県は県道の一部が私有地だったことは認めたものの、民法上の時効で5年分しか返還できないとされました。固定資産税を、返してくださいということと、それから土地の買い上げをしてくださいという、主に2点ですね。数回足を運んだんですけれども、全く話の進展がありませんので、最後には寄付をしてくださいとおっしゃられました。県道になっている私有地分を寄付するよう県は求めていますが、福岡さんは土地を買い取ってほしいと訴え続けていて、今も平行線が続いています。公道のはずが実は私有地だったという問題は全国各地で相次いでいます。もうおよそ40年です。はい、40年全く知りませんでした。まさかそんな道路に自分の所有地があるなんて夢にも夫も私も思ってませんね。大阪府松原市の住宅街。A さんが自宅を購入したのはおよそ40年前。去年、隣の土地が売買される際に境界線を決める測量が行われたところ、思わぬ事実が。こちらにこれ松原市のプレートなんですけど、ここからここですね、ここです。ここからずっとこう聞きまして、ここに松原市のマークがあると思うんですけど、ここからここです。だからここからの範囲が全部そうですね、私の所有地ということです。土地の測量を行った結果、所有する建物の前の市道およそ10平方メートルが A さんの私有地だったことが分かったのです。
これまで登記簿上では市道は土地には含まれていなかったため、固定資産税などは取られていませんでした。自分の土地が実はもっと広かった。A さんは松原市に対して広がった私有地に立っていた電信柱を別の場所に移すよう求めました。松原市がそこじゃダメと言って断ってきてるんですね。関電に電話をして、柱には番号があるからそれを書いていって連絡して関電にもう直接掛け合って見たらどうですかって言われたんですね。さらに A さんは私有地を通る道路の使用料を市に求めましたが、所有権があっても道路の方が勝つんだって言って、今度はね、寄付する方法もあるとか言い出したんですよ。で寄付するのであったら費用、登記の費用とか名義変更、それは出しますよみたいな言い方するんですね。松原市も新たに判明した私有地を買い取るなどの対応はせず、寄付を求めてきたといいます。 A さんにとっては土地という資産に関わる問題とあって、簡単に寄付するという選択は難しいといいます。ではそもそもなぜ私有地が広がる現象が起きるのか、専門家は。交通量が、戦後増えてきて車社会になって、昔のその細い道路ではどうしようもなくなって、現場の方では工事がなされ、道路は拡幅して幅員が広くなったんですけども、古い当時はあまり不動産登記ということについてはどうしてもやらなければならないという、そういうふうな認識が薄かったものですから、登記手続きがされていない状況で現在に至っているという。戦後の混乱の中で正確な測量がなされないまま登記手続きが行われたといいます。私有地の中に公道があるという問題。多くの自治体では実態の把握などは先送りにされているのが実情で、発覚しているのは氷山の一角と見られています。